テキラードテチョンです。今回はね、クランリーグの方から2日目やっていきたいと思います。ちょっとね、デイ2の方があれで、タウンホール17の人がね、一人もいないみたいな感じのクランだったので、まあ、ボーナスステージというところで何もなく終わりまして、42対42ですごい大接戦ですね。まあ、普通に、シンプルにお互いに前回同士、3本ずつ取りこぼしつつ破壊率勝利というような形ですかね。早速見ていきましょう。はい、というわけで見ていきましょう。2アロ目。ちょっと配置に関しては、対策陣チックな感じですね。で、クエイク2発入ってて、1発まずはロイヤルチャンピオンの方に打っていきました。まあ、対地クロスのタゲ取れればベストだったかなみたいなイエティなのかな。まあ、削りも入れつつっていうところですね。もう外周部かなり、イエティまで回収しましたね。で、外周部。アーチャーウィザード等々で削りを入れていきました。いいですね、この辺。時間もかかるところなんでね、3時上で火のところ。早い段階から削りを入れて、かなり盤面コントロールというか、そういう風なところに重きを置いた編成かなと思います。結構使いこなすにはね、難しい編成かなと思いますが、これシューター確かにぶっ刺さりやな。うまい。それ非常にいいな。で、援軍ちょっとストライカーとかもいるんで、一気の火力に気をつけたいところですが、大丈夫そうだね。で、ウォールブレーカーからのロケバルで、シングル IT のタゲを取りたいみたいなイメージだと思いますが、一度ここはフリーズ必要かな。だいぶ入りましたね。から、キング、能力発動、クイーンも後ろにつけている状況。できれば貯めてね、クイーンとキングでタウンホールとかもね、されるようなところまで見ていきたいような感じだったと思う。でもこれ、ロイちゃん頑張れるな。ロイちゃんじゃない、ウォーデン。さあ、ウォールブレーカーも一応真ん中つけて、クイーンとかもね、割と中央されるような形を取ったと思うんですけど、で外周部のところ、ここしっかりね、ロケバルでシングル IT も触れるような状況を作ってますね。うん。で、食い火になったクイーンの方でレイジを置いてあげつつ、ウォーデンの方でタウンホールは突破ができましたね。あとは12時残ったところですが、ロイヤルチャンピオンズで、ここは、相手のヒールを処理しつつ、このシングル IT をケアしていくと。ウォーデンターゲットインビジブルだったんですけど、ちょっとこれは死亡。ストライカー当てたいキングに。さあ間に合うか。フリーズの方をキングに打っていって、ロイちゃんの方は耐えれるでしょというような判断になりましたかね。ストライカーバネったかなこれ。バネりましたね。ヒーラーついてるんですけど、クイーンの方は落とされつつ、ただ、このシューターがマジでぶっ刺さりだったことを皆さん思い出しましたかね。富士シューターまだ残ってます。ぶっ刺さりですね。さあ、残ったユニットで回収しての前回ガーサス。コマくん、ドラゴンのみ。面白いですね。ライドラッシュをやってたと思うんですけど、この、ロイヤルチャンピオンのエレクトロブーツに編成を切り替えて、もはやもう余計なユニットは一切いらないと。ドラゴンのみです。めっちゃ太いんだけど下。なんか結構、列の大きさってやっぱ編成の長さによって比例するからさ、こんなに太い欄見たの初めてかもしんない。ドラゴンのみ。本当はね、もちろん細かいユニットとか入ってる方がね、小回り効いていいんですけど、ストライカーとかね、ウォールブレーカーだったり、多少のバルーンだったり、ガーゴイルとかね、あったりすると、便利だったりはするんですけど、コマくんってなんか前からこういう編成組むこと多い印象がある。ライドラッシュの時も結構、ライドラ多めで、他になんか余計なユニット積まないとか、結構そっちの傾向が見てて思うね。まだまだインビジブル4発残ってる状況。残り3発ここで入れていって、ヘイスト薬解放して一気に入れていきます。残り2発。もうこれ極限まで打ちそうかな、そしたら。最後の一発も中心入れていって、だいぶ削りましたね。あとはドラゴンのみ。突撃艦入れて。でもこういうなんか上の方のドラゴンとか、
こういうの作れるのいいですね。12体全部、12だったかな。が全部、割くわけではなくて、しっかりと使い分けができてるっていうのは非常にいいですね。援軍の方は防衛キングの方で触ることができつつ、ドラゴンの量すごいな、これ。ドラゴンが落とせないね、これね。すごい量だな、これ。上が余ったドラゴンたちもね、ロイヤルチャンピオンが防衛施設は削ってくれてたので、外周ぐるぐる回るだけで突破ができてるし、まあロイヤルチャンピオンとかもね、数で突破してくれたし、すごい全開だな、これ。圧倒的が過ぎる。ナイス全開。さあ、チャワさんルートライダーラッシュ。今のはもう、圧倒的スペックだったね。もうドラゴンの量がすごすぎる。さあ、ここはシングライティフリーズかけつつ、援軍ポイズン。シングライティも早めに突破したいな、それ。うん、ナイス。で、3時の方にはロイヤルチャンピオン入れつつ、6時クイーン外周反対サイド、10日弊社外周中央レッツゴーという形が組めています。ナイス。いい流れ。うまいですね。で、キングの能力もここで解放して、裏側の方、タンホールも絡めてここはオーバーグローを入れていきました。さあ、スケルトンの呪文しっかりここは、ジョダン大砲のロックに使っていきます。ロイヤルチャンピオンはロケットスピアで内側から攻撃をすることができている状況。さあ、ここで、強いね。うん。ロイちゃん捕まりかけたところではありましたが、タウンホールも絡めてしっかり残ったところフリーズ打ってユニットの残り量がすごいいいですね。なんか今まで通りのルートライダーラッシュをそのまま強くやってるって感じで従来の力強いルートライダーラッシュでしたね。結構傾向的にルートライダーの数とかが減ってる環境なんで、ルートライダーラッシュ数がね積む量がバルキリーとかもスミスとかこうやってヒーラーも組み込んでっていうところ。まずはロイヤルチャンピオンの削りを見ていく。ちょっと削られましたね。ここで能力活動。ちょっと外周どんどん動かされる状況になっている。トルネードでロイヤルチャンピオン止められて。削りたいところまではいけなそうかな、こうなると。諦めてインビジブル。じゃないや。リターンで回収。イメージ的にはこの辺削れればって感じだったのかな。あとはシングルとか。だいぶ流されちゃいましたね。で、キングの処理を外側の方にアーチャーで釣って処理したいんだけど、どうでしょう。なんとか突破ができました。さあ、スタートしますが、スケルトンの呪文を置いてるんだけど、ちょっとタイミング悪かったか、ルートライダー、先に落とされますね。さあ、ここはロイヤルチャンピオンも、中央突破に使っていくようです。内側入れて、ちょっと昔ながらの配置なんですけど、ルートライダーで攻略するにはちょっと嫌なタイプの配置かなっていう感じですが、オーバーグローとフリーズが1枚のみという状況です。タウンホールの方にギガブンが寄せてくれましたね。こっち行った方がいいよって寄せてくれましたので突破することができてます。この編成はね、この配置は結構ウォールブレーカーとか大事ですね。ロイヤルチャンピオンが向かってくれましたね、シングライティ。外周部削るスーパーバーバリアンしたんですけど、ウォールブレーカー穴開けするよりもそもそも取れるよねっていうところでここは打たず。反対サイドもウォールブレーカー入れて、2発分入れていきました。オーバーグローがね、かかってる間に、この辺の外周部しっかり削って、この、現れた時に攻撃できるように形を取りたいと。ウォールブレーカー1枚はここ、モノリス触れるようにしてもよかったかなっていうところですが、余力残りましたね。ヒーロー全部残ってるかな。全ヒーロー残ってのナイス全開。伸ばしましたね、ヒーロー。さあ、ヒルさん。ロイちゃんの削りから入りそうですかね。
シューターから来ました。シューターから入って、ロイちゃんウォーク。いいですね。この、タイタン編成も結構こういう合わせる結構強かったりしますよね。で、フォックスの方で、インビジブルしっかりかかりまして、インビジブル。ここで能力発動したかな今。発動してるね。さあ、インビジブル使って削りを入れつつ、今のは間に合ったか？間に合ってそうですかね？間に合ってそうですかねこれが間に合ってなさそうですね。まあ、援軍によってずらされたところ、シューターがね、もうすでに出ているのでね、援軍の方がシューターに釣られたところ、こういった事故はね、しっかり避けたいよね。星さんとかはね、こういうところの対応がめちゃくちゃうまいからね。さあ、ストライカー合わせて、いい対応。ここもちょっと、後々取っとくとそのクイーン、だるそうだったので。区画的になんもないんで、むしろ無視して生存ができたかもしれない。全開が取れる可能性があったけど、ちょっと当たり方としてはあんまり良くない当たり方をどこもしてるような感じでしたかね。さあ、ウォールブレーカーもここは長弾大砲のところがまだ区画として残ってるので、そこにつきまして、キングの能力での穴開けをすることになりました。回収したのはフォックスだけということでね。本体に一応フォックスを使ってジャンプ。トームがまだ残ってるんで、ここで使っていきましたね。スケルトンの呪文一応は最短ですけど、ここはもうクイーンがロックされてる時点で結構しんどいか。そうですね。どっちかっていうとスケルトンの呪文打ったならバルーン追加とかしてあげると、アーチャーターンの攻撃がね、このバルーンに入らないので、そういうサポートの方が良かったかもしれないですね。さあ、あとは本体。貫通できるかというところ。ウォールブレーカーも使っていきますが、役がついていることでこの辺壁開けスムーズに進んでますね。もう一枚ウォールブレーカー入ってます。さあ、リターンしたフォックスが頑張っている。エレクトロタイタンがね、生き残ってますね。で、イエティも援軍から出てきたやつかな。チカチカするな、これ、レイジ。ナイス展開。ちょっとね、ロイちゃん回収できずとかいろいろありましたが、リカバリでしっかり持ってきましたね。さあ、ガクもこれは結構この編成を回してるみたいですね。リターン型のエレクトロブーツ。まずはインビジブル。外周部の防衛施設はね、こうやってね、スーパーバーバリアンとかでサポート入れて削るというような形でのタイタン編成ですね。今、アヒルさんがやってたような編成と同じような形かなというところ。フォックスのインビジブルのね、秒数感覚もいいですね、この辺。さあ、シングル IT ちょっと削れる読みで残したやつだったんですけど、削れないか。削れないとちょっとめんどくさいですね。大工かかっちゃってるので直されちゃうかな。で、タウンホールの方、トルネードとかの回収もしつつのインビジブルじゃないや、リターン回収です。ここは、ロイヤルチャンピオン使いまして、壁越しに、タイタンの方はね、このテスラとか回収できないですからね。さあ、ウォールブレーカーつけていきましたが、ちょっとロイちゃんが前に走ってってしまったところ、リカバリーでのトーム入れていきます。じゃないと落ちるところだったからね、今。いいトームだね。さあ、モノリスフリーズ、スケルトン。ここはタウンホール突破していって、ここでボムがないのがいいね。タウン爆破起きないのが非常にありがたい。さあ、ここでキング能力発動を、あれなんか、シングライティ折れてる。今、サッカーボール飛んだ？もう一本の方に飛んだのは見えたんだけど。このクエイクブーツとサッカーボールのこの終盤の展開力、えぐいよな。で、役が採用されてることでね、これ自力で外に突破しつつ、ウォールブレーカーでのサポート。もうこんなにウォールブレーカー余ってたら、あれだね。役がついてなくても自力で突破ができたね。
ロイちゃん、クイーンも両方残って、外周部届きましての前回 VS。カズマくん。イエティの数が前回より減って、アイゴレが3枚と、この辺やりくりしてるみたいですね。ファイヤーボールを初手にまずは飛ばしていって、大工も外周部には絡まないのでっていうところですかね。自分を直すことによってあれなので、早めにクエイクから入ってという形でした。で、外周部ベビドラのサポートも入れて、ウォーデンの方、タウンホールの方かな。綺麗に進ませたいような形かなと思います。これヒーラーに飛ばないといいですね。角度どうだ？ここはまずインビジブルを使って、ギリギリですが、オーデンだけで成り立っている。これがやっぱクイヒーとオデヒーの差ですよね。おー。もう見えてるトラップにかからなきゃいけないといういいね。で、クイーンを、そうだね、先に殴ってくれるの熱い。これ先殴れるの熱いな。で、シューターの方もね、これ、だいぶ仕事がしてくれます。熱い。で、いいバルーンだね。ヒーラー守るために。ちょっとね、HP 持ってかれてるんで、赤バックとかも食らいたくないですからね、ヒーラー。若干これ減ってるんですよね。龍炎砲。どこ届くか。ちょっとね、このテスラとかウィズ島に釣られて、シューターがね、内側走っちゃったんで。とはいえ長いね、やっぱ射程これ。ちょっと火力も高くなったところ、インビジブルでずらしつつ、アイゴレのフリーズ。いや、いい処理だね、これもね。東くん、こういうところほんとうまいね。で、あとは、空に対応する防衛施設が薄いところ、ギリギリの範囲からベビドラ刺して、アーチャーターを突破。アイスゴーレムでしっかりターゲットを取りつつ、うまい。いいね。で、中央でヒーレイジー。火力的には足りてるんですけど、これは完全にちょっと早く折れというような目的もあるかなというところ。さあ、これはサッカーボールも飛びつつ中央へロイヤルチャンピオンギリギリの HP ですが突破することができて、いや、技術の全開って感じだね。ファイボ型のヒーローウォークみたいな感じで、それをサポートするイエティアイゴレと、ナイス全開。さあ、水さん、ルートライダーラッシュ。ウェイク2枚入ってるというところで、まずは、スケルトンの呪文プラス、ウォールブレーカーキングをスタートしていきます。ウォールブレーカーもう1枚使って、スーパーバーバリアンのサイドカットも入りつつ、内側にキング入ってほしいよっていうところ、いいですね。いいサイドカットでキングを無理やり内側へ。さあ、ここで能力発動で、クロスボウを盛りつつ、援軍の方も、で、これはジャイアントアローですかね。ちょっと反対サイドポイズンタワー折れなかった。2発クエイクあったんで両方当てれればって感じだったんだけど、少しずれちゃったのかな。で、ロイヤルチャンピオンついたルートライダーパートが始まっています。だがちょっとクイーンに外周動いてくれす。いい穴ホーミングだね。穴開けとかも入れてるんですけど、さあここでトーム入れていきます。このマルチ IT 早めによってヒーラーは延命したいところ。10日弊社からもヒーラー来たんですけど、ここもホーミング。やっぱ外周ホーミングが多いですね、環境的に。ラバルとかね、ドラゴンとかが今だいぶ少なくなってるので、ヒーラーを打ち抜くためだけのホーミング外周っていうのがやっぱ強いですね。ヒーラー人形を使わないことの方が少ないので、やっぱ
外周歩いてるクイーンを目指したフォーミングっていうのが主流なので、こういったところ、うまいですね、防衛も。ヒーラーがいなくなっちゃうと、こうしてクイーンは落ちるので、クイーンを止めようと思ったら、まずはヒーラーからっていうところですね。さあ、能力発動、ホグ、エレクトロブーツというところで、DG もついてタウンホール完封。このパターンのギアはほんとね、安定してますね、終盤の伸びが。HP 回復もついているところ、プラスリクスケには止められず、多少火力がやばくなったところでもね、このタゲを外すホグ人形のおかげで突破と。結構前回もそうでしたが、自利品の全開なんとか取り切るっていうのは大事ですね。さあ、僕のアタックも、リターン型ではありますが、ロイちゃんではなくクイーンを回収する形になります。さあ、まずはここね、対空砲折ってから、フローズンアロー型の採用ですね。今回ジャイアントアローを狙うような場所が特にないというところで、フローズンアローのが強いかなと。で、一応インビジブルタワーのね、タウンホールついてるんですけど、今回は解除するメリットが薄いかなと思ったので、結構ね、こういうところインビジブルタワーで折っていくことの方がね、多いんですけど、あえてドラゴンタウンホールから行くんですけど、今回は潰さない形で行きました。で、このシューター結構強いですよね。で、反対サイド。ちょっとね、早めに展開しすぎちゃったかなというのが、やや反省気味。マルチ IT を1、2発シューターに打ってもらってからスタートした方が良かったかなと。で、ここは6時から行くんですけど、ちょっとフリーズのね、無駄遣いをしてしまい、フリーズ外しちゃってるんですよね。で、ここで、能力発動からのストームというような形ですね。この中央部分が隠れたところで、この辺に進むので、火力が高いところが中央から追い抜いてくるわけではないので、今回そこ食らっても大丈夫かなという判断で、インビジブルタワーを無視する形を取りましたが、良かったんじゃないかなと思ってますね。やっぱりこうやって見ても無視で良かったっていうところかな。必ずしもね、ジャイアントアローで解除しなきゃいけないよってわけではないと。で、こうなったところ、残りちょっと中央部、思ったよりもね、ドラゴンパートうまいことできなかったので、残ってるよね、クランジョン残ってるよねという展開ですが、レイジターンの解除、ギガボムの解除等々はやってくれているというところなので、あとはね、落ち着いて、ロイヤルチャンピオンまだ手元にあるので、進んだところから対応していけば OK ですよと。ちょっと迷ったんですけど、今回はね、スーパードラゴンの方の側から出してみました。で、ポイズンもしっかり置きつつ、レイジとフリーズも一発ずつ余ってるんでね。で、ここは能力発動で、ホグにもレイジかけてあげて、ちょっとアイゴレ捕まっちゃうんで、微妙な感じにはなるかもしんないけど。このドラゴン系やってるとね、すごいわかるんだけど、この終盤のエレクトロブーツホグついたロイちゃんがマジで強い。さあ、通常ドラドラのリンカーンさんですね。特にロイちゃんで削りとかも入れない形なので、あれですね。チャーさんとかはね、通常のルートライダーをそのままやってて、で、リンカーンさんが通常のドラドラをやっててっていうところで、この辺もね、なんか同じ編成であっても呪文構成とギアの違いがあるのが面白いですよね。さあ、一気に展開していきます。ナイストーム。さっきも言ったんだけど、ドラゴン系の戦術がね、最初のタウンホール17の頃よりもだいぶ減ってるっていうところで、環境的にね、空罠が結構、ヒーラーを落とすためだけの外周に寄ってるっていうところでね、ちょっとストライカーでクイーン落とされちゃいましたね。ドラゴンの、逆に言うとね、ドラゴンたちが伸びやすいトラップ環境っていうところで、ライドラだったりドラゴンだったりが伸びやすくなったりしてるところ。でも今ちょっとエレクトロブーツ型のドラゴンは増えてはいるところなのでっていうところなんで、またちょっとね、空罠の環境も動くかもしれないかなというところではあるんですけど、結局エレクトロブーツ型もね、あれだからね、中央部分だったりとかはロイちゃんが削りに来るんで、
まあ、あんまり中央に置いたところでみたいなところはあるかもしれないんだけど。さあ、ラストフリーズ。てか、レイジもフリーズも全然残ってますね。ナイス展開。通常ドラドラもね、こうしてまだまだいけるぞっていうところをね、ナイス展開ですね。うまいね。さあ、ひろやさんは、エレクトロブーツ型のルートライダー。結構6発はルートライダーの中では多いですね。うん。いいね。うまいよ。さあ、ここちょっとギリギリだったところ。フォックスは、行かれたんで、ここからはタイミングしっかりインビジブルに合わせて打つしかないところ。危ない。さあ、ここはインビジブルターの発動までしつつ、回収ですね。で、援軍の方をまずは、ロイちゃんで釣れるので、援軍釣れるのも、冷静に考えてバカ強いんだよな、これ。援軍事前解除をロイちゃんでできるのはだいぶ強いですね。で、援軍の方、ユニットだけで処理ができる。これなんだよね。ユニットで援軍を処理することができるって結構なメリットなんですよね。結構事故る要因って防衛援軍だったりすることもね、戦術によってはあるからね。さあ、ルートライダーパート発進。ここヒーラー使ってレイジジェム型ですね。さあ、ここインビルターがちょっと復活してしまっていますが、ここでトームかけていきます。うん。オーラダメージも入って、いるだけでちょっと内側の施設にダメージ入ってんのもいいね。で、クイーンの方外周部しっかりここはボルブレーカーでの誘導も入れつつ、オーバーグルを今回かけていきました。レイジがね、レイジターが発動したので、しっかりかけて。さあ、これ、ガコプリに気づくか。気づいた。大丈夫そう。ロイちゃんの方はもう能力は使っているというところですかね。ホグ人形型だったようです。ここホグ人形あれば本当は強いところだったんだけど。まあ、序盤でだいぶ HP 持ってかれてたもんね。さあ、中央オーバーグルをかけたところが残ってるんですけど、フリーズ使っていきます。インビジブルも。で、クイーンがミラー使って戻ってまいりました。キングの方も能力残ってるので、ここで解放。ナイス展開。強。さあ、ラストアタックボマックさん。ルートライダー型ですね。もう人によって本当配分とか全然違うね。ルートライダーの配分だったり、呪文の配分だったり。ここはロケバルを使って、まあ、大工のサイドカットをすることでね、ロイヤルチャンピオンのルートを強制したいようなイメージだったと思いますが、さあ、アイゴレ出ちゃったよ。これどう対応する？引っ張りたいか、インビジブルするかですが、ここは回収の方ですね。もはや。そうか、他の人よりも、インビジブルがね、タイタン型だったので、タイタン型じゃない、ルートライダー型だったので、インビジブルの方はもう終わりと。さあ、2度のアイゴレフリーズが入りつつ、さあ、ジャイアイゴレ、クイーン、ランチャーまで行きますか。おー、なるほど。クエイクも入って、まあ、純粋なルートライダーラッシュというよりはまたちょっと変わったようなスーサイドっぽく始まっていきますね。さあ、ランチャーの方が穴開けもしてくれつつ、強いね、これ。インビジブルターの発動もされて、タウンホールまで拾いに行けるような形が取れそうです。さあ、クイーン、ここカットしてイエティ内側へ持ってきたい。さあ、キングも能力あるんでね、そろそろ使いたいんですけど、サッカーボールプラスのクエイクブーツでだいぶいいバリューが取れてる中央。さあ、ルートライダー合流が取れて、ロイヤルチャンピオンクイーン、イエティとかもね、合流ができましたね。で、オーバーグローはここモノリスク角かけてきましたね。
なんならなくてもよかったまである、これ。さあ、バルキリー立てからのロケバルバルーンとかも6時追加して、あんまり外に広がらないような形をとりますね。で、ここで現れたところ、タイミング完璧だね。ここでのトーム。まあ、ならもはや、あってよかったかな。あってもよかった。うん。非常に、どっちでもいいって感じかな。悩むシーンだね、採用するかどうか。結構、プランニングな段階で。で、ここでインビジブルじゃない、スケルトンを9時採用して、フリーズも一発あるのでね、まあ誰か落ちそうならサポートで使ってあげるみたいなイメージかな。まあやるところはもうマルチ、IT ではなく、対空砲の方をフリーズかけての全開と。強いっすね。ルートライダーも相当残ってますね。ナイス全開。はい、というわけでね、2日目結構ね、際どい対戦というか、破壊率での勝負だったんですけど、なんとか勝つことができましてというところで、ナイス展開でした。やっぱ見てても面白いですね。バリエーションが豊富で、同じ編成であってもね、同じようなやり方ではないことも多かったりっていうところで、楽しくなってきたな、タウンホール17っていうのが、なんか2ヶ月目のクランリーグでも見て取れるような感じですが、まあ、その中でもやっぱエレクトロブーツが今ずば抜けて採用率と強さが高いかなっていうのが感覚的にはあります。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でしないさんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。